はい、皆さんこんにちは。今日は841号を乗っていきます。仮免許練習中の札がついてますけれども、今日は清水翔さんがですね、この車に乗って、仮免の練習をするということでございます。で、本来だったらね、教習車でやるわけですけど、清水翔さんはケチなので、一発って言わないけどね、飛び込み試験に行って仮免を取ってまいりましたので、その仮免から路上試験の間に5時間こういう形で実際にね横乗ってやらないといけないわけですよ。で今回私がその役を仰せつかりましたので、ちょっと厳しくね行かせていただこうかと思います。このね仮免シリーズなんですけど、実際乗用車の時も私乗ってましてですね、それも結構辛口で話をさせていただきましたので、今回もトラックのポイント、そんな指導できるほど最近は乗ってないわけですけど、そのあたりを言っていこうかと。でこのベースの車は FR の800番台なんで、性能観音の10輪中低床ですね。できるだけ教習車に近いものをということで、本当は低床の方が乗る頻度多くなるとは思うんですけど、試験対策ということでこちら10輪を用意しました。ではちょっと乗っていきたいと思います。ちょっと何も教えてないですけど、これ歯止めね、飛んないでいくと飛んでいくからさ、ぶち込むところがあるからさ、ちゃんと書類を入れます。はい、気を使うことね、やっぱ隣の車が。そうですね。こんだけ開けるのもなかなか、いやすごいことなんだよ。路線のホームとかだともっと狭いですからね。基本的に歯止め入れってうちの車の場合はこのフェンダーのところに、サイドガードのところに、これか。そうそこに入れまして、そういうのもね乗り回しの車だとね迷うわけですよ。いいよ、はい、それでいきましょう。よし。とりあえずちょっと前出してみましょう。じゃあちょっと乗っていきます。よいしょ。でかいなトラックは。バッカーカメラちゃんとついてますね。ついてる。はい、よかった。でここのポイントは、当然ジュリーだからケツ振るから、バッカーカメラ見てできってからハンドル切りましょう。ミラーはここです。そうなんだ。この方初めてだ。はーい。位置大丈夫？ミラーの。うん、大丈夫。全部見えてる。見えてるね。で基本的にこのアンダーミラーに関してはこの上のミラーより外側に向いてないといけないからさ。向いてるよ。で丸ミラーちゃんと前が見えます。昨日が一番運転しやすい。マジ？巻き込み防止のためにアンダーミラーが運転席にもあるから。はい。これさ、初心者的なあれ質問だけどさ、大概平坦な走る時2速やっぱ。1速は坂道だよ。1速は使わない。使わない。なので今空車だからとりあえず2速発進でとりあえずやってみましょう。出してみましょう。はい。怖いんだよな。中国怖い、行かないかもしれない。だからクラッチ上げてくの徐々に。上げてったら勝手にクラッチつながる。ブレーキ踏みながらクラッチを上げていくとグッてなるから、そしたらアクセルでちょっと煽る感じ。クラッチちょっと上げてってみ。グッグッなってんじゃん。グッグッグッって。そしたらこれが怖いんだよ。ちょっともう一回止まってみ。でクラッチ上げてみ。グッとゆっくりゆっくり。ブレーキ踏んだままだね。踏んだままカットじゃん。そう、それでアクセル煽る。そう。落ち着いてきます。でちゃんとバックカメラ見て。まだ抜けないな。そうだよ。うわ怖いね。どこまで？そんな前行く？そうだよ。マジで？まだよ。大変だよ。トラック一つ出すのも。まだ抜けてないけど。もうそれから切っていい。こんなむずいもんなんや。でこの丸ミラーを見てギリギリまで行って切り返す。ハザード焚いてね。はい。ハザードはこれ。上げだっけ？そう。ぐるぐるっと反対に切ってずっとマックスで切って、そんでバック当たんない程度にね。ハンドルさ、乗用車って3周やん。トラックって4周らしい。いけるかな？どう？いけるね。はい、いいよ。うわ怖い。でっけえ。今度ちょっと再現だと。で一回前出して、一回バックする。そうだね。前から車入ってくるかもしれないから、はい。一回バックをしましょう。はい。ブレーキ難しい。ちょっと窓開けた方がいい。車によってやっぱクラッシュとかの特性って違うよ。違う。それはもう同じ車でもそう。こんな人が乗せたとか変わるもんね。そうなの。こんなにいいか。大丈夫だよ。こんなもんでいいよ。はい。はい。じゃあ車入れてきてください。はい。しみじゃん。そしたら24号の方に行きましょう。でここからちょっと狭いからさ、気をつけてね。ブレーキね。まず2速入れて。ブレーキ離す前にクラッチやな。毎回はそうじゃなくてもいいんだよ。坂になってるところはそうしよう。でこれ曲がるときね、右側トラックいるからさ、で先の道路は細いんだよ。そうやね。なのでこう大回りするんだけど、あんまりこっち寄りすぎると今度ケツ振るからさ、そのよく考えながら。でもこの10輪でマックスでケツ振るのって多分1メートルぐらいだから、ある程度こっち寄せても平気で。でちゃんとこういう時も後ろ車が切れるかどうかとかちゃんと状況見てね、後ろがどういう状況になってるかで、こうタイヤの位置をちゃんと把握しなきゃいけないから。見えてる？アンダーミラーからタイヤ曲がってんの。あれが要は脱輪しなければ曲がれるからね。それも考えて。だからギリギリにしていかないとそっちが今度詰まってくるからね。気をつけて。切ろう。はい。こっち全開に切って。はい。そっちに合わせて、どっちかに合わせて。でここ見ながらね、ちゃんと当たるの。そっちそんなこっち膨らますけど。当たる。大丈夫。だから軸の位置をちゃんと考えないといけないから、ね。そうだよな。はい。でこうまっすぐずっと。でそこの道路は向こうが一応優先になってるからね、交差してる方が。なのでここはどっちが止まれっていうのはないけど、危ないから徐行かもしくは止まるか。こっちがビュンビュン来るよってことだ。そう。でもトラックの場合は前ボンネットがないから見通しはいいから、ちゃんと安全確認。先にクラッチ踏んだけやん。クラッチ踏むでしょ。踏まないと速度落とす場合はいいよ。常にミラーを見る心得だね。
そうそう。だ四方ね、必ず後ろと全部気にしないと。今日は2回目なんだよね、車乗るの。そうそう一応昨日はね、スカニアのデモおカーかしいだろを乗らせてもらったというあち初日で、そうはい、そう乗ったというので、また動画添付しますけど、画像か。で、そこの交差点右。あ、オッケー。はい。こういう時はさ、2速落とす。 3速でもいいよ。 3速のトラカルからいけんのか。いけるいける、空だったら。緩やかに切らないといきなり切るとケツ振るからさ、あーなるべくゆっくり緩やかにこうやっていかないと、そういうのを意識した方がいい。いきなりギュッぐる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 ではなくて、で信号左。あ、テンパんないテンパんない。いいよ、はい。切るタイミング分かんない。まだもうちょっと行ってまっすぐまっすぐゆっくりゆっくり切ってでケツ合うように見せてね。うん、オッケーいいよ。ああ、なるほで戻しながら切れすぎちゃうから戻しながらそうでちょっと切って、はい、そんな感じ。ど。ああ、オッケー。戻す戻す、はい。なるほどな。で木の枝とか気をつけてよ、ミラーね。何速出すの？大体5速とかなるうん、まあそうだね。一般道だったら5速とか6速。あ、今7回転ぐらい。 7回転ぐらいで止まる準備。はい。レンジブレーキ使っていいんだけど、排気ブレーキは切っときな、とりあえず。排気は切ってあるよ。出てきた。ガタガタってウインカーみたいにやってみて。どっちでもいいから。一番上に行った。これが排気か。多分内も上が入ってないとこだと。入ってないね。うん、そうそう。奥でいいの？奥でいいよ。キャーバ感覚綺麗な気がする。悪くはないけど。ただカーブって曲がる時がね、ちょっとだ。怖いでしょ。乗る車によってその軸の位置も違うからさ。うん、変速のタイミングがいいね。24号左行こっか。左。うん。すごいね。乗り心地いいな。なんか横乗ってる時よりもやっぱ運転した方が分かるやん、車の特性。そうね。乗り心地が敏感にもなるし、やっぱり、うん自分でハンドル握ってるから。まあ何にしても常日頃気にするのは車線の中にちゃんと自分の車が入ってるかどうか。はい。ここなんかは3車線になってて狭く絞られてるでしょ。だから自分は左曲がるとケツ振るわけだ、右に。なので隣に大きい車来てないかとか同じ中に入ってないか、そういうのもちゃんと事前に見とかないとダメだね。乗用車とかはそんなの考えないで詰め詰めで来るからさ。だからハンドル切る時もいきなりグッて切るとケツを振るから、さっきみたいに軸に沿わせていくイメージ。切りすぎるとカクってなるから、グッてなってケツブーンって出るから。なるほどね。そうだよね。そういうのをちょっと意識してやってみてください。速度はゆっくり行ったら間違いないよね。いや、メリハリだね。だからまあ交差点はゆっくりだけど普通の道は法定速度内では目いっぱい走るのを心がけた方がいいかな。こういうとこも人がいたりとかチャリンコの往来が激しいから気をつけて。前からも来るかもしれないし後ろからも来るかもしれないけど、とりあえず人がいるからね。横はどう？車乗用車詰め詰めしたらバックアイも見ながらもうここからハンドル切っていくよ。切ってきてゆっくりね。あ、なるほどね。こっちは OK で戻しながらね。そう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 。お、いいじゃんいいじゃん。はい。やっぱゆっくりやったら押しつけってことやな。そうマジカーブの都度めちゃくちゃ心拍数上がる。でもこんな交差点まだ楽勝のやつだからさ。トラックってやっぱすごい乗用車と比べてもちろん視点高いやん。うん、面白いね。俺あそこのカーブ苦手。ちょっと狭いからね。そういうこと出過ぎかな。大丈夫だ。こういう時排気入れんで一発ボン。ああ、まあまあこうついた排気の黄色いやつ。見えない。こういうところもちょっと車幅が狭いから、まあ、なるべく大型トラックとかいるときは並走は避けること。おお、すげえ。排気武器の音だ。かっうん。こいい。すごいね。発進とかいいね、変速は。あと車幅感覚と落ち着くことだね。そうね。トラックってもやっぱ背が高い分、その道のギャップ背負ったら揺れるね。それがまた怖いわ。で、走っててね、まだ目配りできないかもしれないけど、擦ってたりするとこはそれだけ難易度が高いというところだから、事前に察知して気をつけること。あと標識だね。大型進入禁止っていうのも乗用車と違って気にしないといけないからさ。あと高さ 3.8 以下のトンネルとか通れないから気をつけない。そうだね。まあ基本的にそんな少ないけど、たまに大阪とかはそういうのがあったりするからさ。3.7 とか、大阪じゃなくてもあるんだけどね。俺教習で飛び込みで行ったやん、うん飛び込みで行ってさ、なんかまあ正直舐めた気で行くやん、うん5回目で受かったら、うんやっぱそれなりに落とされるし、自分もやっぱちゃんと勉強しなきゃ受からないから、うんだからやっぱトラックの怖さとかも自分で理解するようになるからね、やっぱだから飛び込みにせよ、うん多分結構偏見持ってる人多いと思うんだけど、飛び込みで行ったらうん事故率高いとか思う人いると思うけど、飛び込みでも絶対に勉強しなきゃ受かんないようになってるから、そうね。本人の頑張り次第だと思う。一つ言えるのは、教習所と何が試験場と違うかって、教習所ってのはお金もらって教えてるんだよ。そうだね。でも試験所っていうのは警察官だからさ、扱いが違うわね、それは。怖いな、ないかな。そうね。だからバイクなんかもすり抜けてくるから路肩が広いと気をつけなきゃいけない。ね、これ目のセンサー気をつけてる。そうだね。意味あんの？まあ意味はあるよ。警告してくれる？もうしてくれるよこ。れあれか、お父さんが前乗せてた。そうだね。なんかお父さん GoPro 撮ってピンクに行かせた。ああ、そうそう。あの交差点は曲がんないけど、右釣れるとき移っとこうか。車線タイミングでね。うん。はい。お父さん的に横乗ってて。
び立てって感じやろ。もう大丈夫じゃないと思う。初めみんなこんなもんか。そうだね。油断した時は怖い、慣れた時は怖いし。そうだね。まあ、軽トラしか乗ったことないんだけど、ミッション車。うん。トラックのミッションってやっぱなんか全然そのトルクがあるからさ、うん。もうなんか綺麗に入る。演出はしづらいね。自分の中で何キロぐらいだったら何速ってのを持っといた方がいいね。ああ、そうだね。右入っていける。ウインカーをまず出さないと入れてくれないから、ばっかり見ながらね、開けてくれてるかどうか。現地でちょっとね、変な動きしてんから気をつけてよ。はい。怖いね。あ、そういうこと。俺の前だったらもうあああいうの予測しないといけないわけだ。で、次の信号右に行きましょうか。ブレーキが一切踏んでない時に排気がかかる。そうね。ちょっとでも踏んだら排気切れちゃうんだね。やっぱ車の特性も理解したいね。何なのそれ。深呼吸って安いでしょ。ああ、そう。いやマジ緊張してる時深呼吸しろってなんかよく言うよ。あの信号右ね。あ、了解。まあ無理して行かなくていいからさ。はい。ほらぶつかってるでしょいっぱい。あーでああいうところ路肩ね踏まないように気をつけて。これ膨らみが怖いんだよな。ゆっくりなじませんのか。そうそう。あとはここも見ながらばっかり見てねばっかり。当たるか当たらないか大体わかるはずだから。うんそうねそんな感じ。いいね。で戻しながら戻していく。はい。でこっち当たんないようにね。はい。OK。で青い看板あるでしょ。はいあれ右ね。あれ右で。はいわかりました。でこういう時も左折の車にねピョって出てきてケツ振るから気をつけてね。はい。こっちもね。はい。OK。ゆっくりなじません。左に左に沿ってくようなイメージ。そうそうそう。あ、そうそうそう。いいね。 OK。はいなっちゃう怖いな今で行きゃってる。慣れてきたら折ればいいからさミラー。次右行きますか。ちょっと車線狭いからね。右も結構カスカツだぜ。うんアイロ SG とかああいうので一回見つかってない。全部初歩的なミスだ。どういうの。カーブカーブ。で内輪で踏んでるとか、ああとは曲がるときに2速の落としたつもりが4に入ってて、うん4だとすごいハングルでダダダダっていくやん、うんそれでむしろスピード上がってしまって、うん勢いよく曲がったって言ったら、そしたら箱の中の荷物破損みたいなそういうのにされる。あでここのケースも直進が左もカツカ結構ツに狭いからまあ無理して曲がらなくていいからさ。これも矢印出るからそうする。結局メンタルだからね。時間かんねえじゃんそんな、後ろがねどう思ってるかなとかさ仮にわからないからじゃあ中心までまず出ましょう。こういう時にもうほら歩行者信号が点滅してるからそろそろ変わるなって意識持っといていいよ。はい交差点に矢印あるやん、うん交わりのやつ、あれもちゃんとカーブ未来で見て自分で目視できたし、すげえ俺案外はみ出ないで乗れてるのが嬉しいんだよね。いやまあここはね普通はみ出ないからであそこ斜めに旧道入りますか。了解です。はい、そこもなりす気をつけてね。はい。あ、怖いね。こすってるとこは気をつけないと。やっぱそういうの見てさ道路情報を把握しなきゃいかんわけ。交差点に差し掛かったら四方をちゃんと見てね。あ、人いないかとか、そうバイクいないかとか。なんか飛び出してきそうなものはないかとか。こういう普通の道路はまだいいんだけど交差点とかはちょっと気をつけないと。あと土曜日とかだといろんなねショッピングして出てくる車とか多いからさ。で出てきた車すぐ右折したりするから同じ速度帯で行ったりすると急ブレーキ踏まなきゃいけなくなるからさ。左寄りすぎ。奈良交通もねそこの狭いとこ毎回通るからね。そう考えたら結構細いとこ多いから練習にはなるね奈良は。そうだね、多いよな。でここで注意するのは性能がいるからね。ケツ振られないように。まあ信号変わってないから大丈夫だと思う。気をつけてゆっくり行って。ここ気をつけてよ。そう OK。トラックで一番気を使う時はやっぱこの横通る時とかだな、あと曲がる時だな。直進の運転ももちろん怖いんだけど。なんでもメリハリだからさ、その注意するとかするんで、ここは車出てきそうだな、まあその土地の情報が少ないと難しいけど、ここはよく飛び出してくるとかあるわけじゃん。だからそういうのは情報を集めて、それは乗用車乗ってても同じだからさ、常日頃集めておかないといけないって思う。エンジン音気持ちいいね。そう、これ 1E っつって E13C っていうエンジンだから、でかい。まあ 13000cc だからやっぱ排気ブレーキも排気量が大きい方が効くからね。そういう意味ではいいよね。最後は北長井の交差点、持ち吉のところ、富士の本社のとこ左曲がるんで。洗車場行くとこだと思ったらあそこも難易度高いでしょ。あそこ入る？いや、でしょ。
最初はちょっと難易度高いからやめとこうか。膨らまさないといけないでしょ。要は対向車線に出て入っていかないとこっちの軸が当たる。例えばこの車前に行ったけど止まるじゃん、当然。これ信号じゃなくても何でも交差点は前が大型分空いてないと進まない方がいいからね。あ、そうだね、でかいもんな。乗用車の感覚でちょっとしか空いてないのに入っていくと踏ん詰まるからさ。運転してたら自分だけっていうイメージがあるけどさ、長い車を運転してるっていう風に認識持っとかないと。そういう時に迷惑かけるし。交差点もそうだし、あと踏切、そうだね、踏切も怖いね。前流れていなくなるっていうのを確認してから行かないとバックできないからね。シフトはね2足入れるでしょ。2足入れたらそのまま真下に持ってくるイメージね。怖いな。ここの場合は右折する車少ないからそんな来ないとは思うから、だからちょっと別にケツ振ってもいいから。でこういう時さ、2足か3足で曲がるか分かんない。トラックの場合はトルクがあるから3速だね。交差点は3速だよ基本は。走り出しは2速だけど、信号待ちで例えば先頭止まってました、それは2速で発進するけどすぐ3速にしちゃう。ここは別に左に曲がるのはいいんだけど、曲がった後多分大型とかが右折の車線にいると狭いから気をつけてね。内輪差だけ気をつけて、ここ縁石踏まないように。はい、だろっちゃん怖い。待たなきゃダメだからですよ。次はもう2で終了か。もう2でいい。ここ発進でしょ。発進は2だよ。下がってる。でも2回目にしては上手だと思うわ。曲がり方がやっぱダメだね。怖いから開けるのはいいんだけどさ、普通の時は。試験だと落ちるだよ多分あれ。なるべくねこっちはスレスレを左通るように。ダメだ。手前すぎるね。踏んでるちょっと早かったね今切るのが。そことか結構車飛び出してくるから気をつけて。であそこの突き当たり左行くんだけど、なるべく右からこう行かないと狭いからさ、曲がり口が対面通行だから膨らまされてここで脱輪するからね。ここ気をつけてね。で車来てないか進行方向どう。左カーブの時の前側で乗ってみる。窓開けてみればいいじゃん。怖かった。今何速？4速ダメだよ。あんだけ遅い時は。戻ってまいりましたね。最後の交差点の内輪が一番良くなったけど、あそこがね段差ついてればまずかったよ。段差ついてたら走ってたからね。こっちケツ振っても問題ないから、こっちは気をつけてね。はい、オッケー切る。遅いなちょっと、ここを入れなきゃいけないんですよ。これが難しいね、狭いから。しみじゃん。イメージとしてはお尻を後ろの軸をこの辺に持ってくるイメージ。そうすればこう振った時に入れやすいから。あらあらい。そっち行ける？ちょっとゆっくりね。いいよ。オッケーオッケー。ちょっと切ってこっち。あらあらい。あらい。いけるよ。この線の端っこにタイヤが乗るように。だから前も振り回す時もあんまりハンドル切って振り回すとケツ振るから気をつけてね。ゆっくり、あんまり切らないように滑らかに。オッケーオッケー。ほらほらい。で後ろだけ気をつけてね。隣のトラックと横にちゃんと並ぶようにすればいいからさ。バックカメラは必ず平行に見えるとは限らないからさ。はい、ちょっと見るわ。もうちょっといけるね多分。あと10センチぐらい。はい、しみじゅん。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですか感想。一応2回目はになるんですけど、やっぱりね、試験の時にワンポイントアドバイスで言われた、その曲がる時の車幅感覚とかハンドルを切るタイミングとか、そういうのはやっぱ言われた通りだなと思って。でやっぱ路上でも、そういうのを気をつけておかなきゃ絶対事故につながるし。そうだね。ちゃんと見てなかったりとか、どれぐらい頭出したら交差点で曲がっていける後ろのタイヤがついてくるっていうのを
まあ肌で感じながらやんないといけないから、まあもうしばらくちょっとね、練習必要ですね。はい。ということで、まあ今回2回目の清水小工房さんが乗ったという動画をやりましたけど、引き続き免許取るまで取れたら取ります。でも、はい。でもめんどくさいんで取らないかもしれません。はい。すいません。一応そういうことで、はい。今日はこういう動画で終わります。はい。ご視聴ありがとうございました。失礼します。はい。登録もお願いします。